転車のベル。この音、この響き方、別の何かを思い出しませんか？先祖への供養の心を極楽浄土の仏に届けるための仏具、お鈴です。お仏壇のお鈴っていうのは家にあって家族の人しか聞かないんですよね。白井ベルと名付けられたこのベルはお鈴と同じ製法で作られています。あれ今の何っていうところからお鈴なんやっていうお鈴に興味を持っていただけたらいいなと。仏具のお鈴が放つよく通る澄んだ美しい音色に着目し、京都市産業技術研究所とともに自転車ベルを開発した白井勝明さんが今回の主人公です。白井さんは江戸時代天保14年に創業、お鈴を作り続けてきた鈴予工房5代当主です。お鈴の技術を生かし、呼び鈴やぐいのみなども作っています。お鈴は同じ大きさでも音色が一つずつ異なります。お鈴っていうのは当然亡くなられた方に対して鳴らすものではあるけども、間を切ってその場を清めて悪霊を払うっていう意味があるんですよね。煩悩のない清い気持ちっていうかを作るきっかけだよっていうふうに聞いたりとか、叩いた人の気持ちがいかに清らかになって自分の気持ちがスーッと穏やかになれる道具なのかなっていうふうに思いますね。お鈴は土で作った型と内側の型の間に溶かした金属を流し込み成形する鋳造という方法で作られています。まず外側の型ですが、火で炙り適度な温度に熱し、それを作業台に。これは砂と粘土などの粉末を合わせたバネです。このマネを金属の型金を回しながら型の内側に均等に塗りつけていきます。次は内側の型です。外側の型と同じようにマネを使って滑らかにコーティングします。型を作るところでもやっぱり100以上の工程があるんで、その工程工程の組み合わせで音が全部変わってくるから、毎回毎回が次回の教科書ですよね。今回やりました、こうなりました、どこまでいっても答えは見つからないところだと思いますね。溶かした金属を流し込む湯道を作り、外側と内側の型を合わせます。表面を粘土で覆い、金属の注ぎ口の湯口をつけ乾燥させたらお鈴の型の完成です。
いよいよ溶かした金属を型に流し込む鋳込みです。型を窯で800度以上で焼き上げた後、サハリという錫を多く含んだ合金を流し込みます。サハリの温度、流し込むタイミング次第で仕上がりが大きく変わります。言ったら何秒違ったら不良になったりとか、もうほんのちょっとの時間ですごくいいものができたりとか。温度管理のため締め切った工房で行われる作業は冬にもかかわらず汗が滴り落ちます。常温に冷まし型の中から取り出してカンナで削り微調整を繰り返して完成です。サハリで作ったおりんの特徴は、いわくキレがよくうねりを持った余韻。心が落ち着くその響きには F 分の1揺らぎがあるとされています。 F 分の1揺らぎは小川のせせらぎやろうそくの炎の揺らめきなどが生み出す、私たちが心地よいと感じるリズムやパターンのことです。おりんの持つ音の響きが持つ特性を他のものにも応用できないか、白井さんが思いついたのが冒頭でも紹介した自転車ベルです。実は日本ではなくフランスのパリで最初に発表しました。フランスの人がおりんの音を聞いたらどういう印象を持つんだろう。2012年にパリで開かれた日本文化を伝えるイベントに仏具のおりんを持ち込んだ白井さん。すごく癒される音っていうことで非常に好評を得まして、手応えを感じた白井さんは翌年同じパリで開かれたヴィンテージ自転車のイベントライドベレーバゲットで白井ベルを発表。評判を呼び日本の自転車ファンの間でも人気になりました。おりんの持つ魅力、自転車のベルに続いて白井さんは次々と新しい取り組みを進めていきました。170年以上続く林業工房。その隣にはおりんを買うことができる専門店二方屋があります。2019年1月リニューアルオープンした二方屋にはさまざまなおりんをはじめ白井ベルが並んでいます。この店の主はおりん職人の白井勝明さんではなく、白井さんの妻雅子さんです。こんないい音をもっと世に広めてほしいっていうお客様の声から、よし私が売りに回ろうというので2004年、創業しました。音色そのものを楽しむおりんとは、そんな発想で生まれたのが小ぶりなマイコリンシリーズです。雅子さんは2019年3月、おりんの音色や響き方の違いを楽しみ体感できるおりんの展覧会響き展を開きました。さらに普段は入れない工房の見学ツアーも企画。
林業工房の看板には白井さんの信念、哲学が書かれています。誠実にきちっと何かをすれば必ずその答えが出るんですよね。結局ものづくりっていうのは人づくりなのかなというような気持ちからあの看板を上げてます。音で間を切り、場を清めて悪霊を払い、自らの心を穏やかにする。林業工房5代白井勝明さんが作るおりんは、令和の世にも心地よい余韻を残していくのです。